近隣の方とのお付き合いはいかがですか？呉森市青葉台。この地区では関係潤滑化運動の導入以降、住民間トラブルが大幅に減少しました。近隣への依頼や返答は各戸に設置された連絡箱を通じて行われています。会話は以前より少なくなりました。しかし住民の多くはこの仕組みを肯定的に受け止めています。今回はこの取り組みがどのように定着していったのか、その3年間を振り返ります。始まりは昭和56年春、市が青葉台をモデル地区に指定したことでした。当時の青葉台では入居から数年が経ち、住民同士の交流も活発になっていました。一方で頼まれごとや町内活動をめぐる気づかれも少しずつ表面化していました。断るのが苦手なんですよ。悪いかなと思ってつい引き受けちゃうんです。参加の呼びかけや役割分担は住民同士が直接相談して決めていました。こうした負担を減らすため、呉森市は関係潤滑化運動を開始します。目的は言いづらい依頼や断りを感情的にならず正確に伝えることでした。各家庭には郵便受けに並ぶ形で関係連絡箱が設けられました。用意されたのは4種類の標準表です。用途に応じて使い分けます。住民は表に要件を記入し、相手宅の連絡箱へ投函します。直接相手に会う必要はありません。受け取った住民は連絡箱から表を回収します。これは分かりやすいですね。言い忘れもありませんし。この制度は住民に歓迎されました。市もまた円滑な共同生活の新しい方法として期待を寄せていました。導入から1年、利用件数は大きく増加しました。住民同士のやり取りは少しずつ表を中心としたものへ変わっていきます。断るのも頼むのも楽になりましたね。依頼や返答だけでなく、日常的な連絡にも利用されるようになりました。市は住民間トラブルの減少を成果として報告しました。青葉台は成功事例として紹介されるようになります。利用の増加に伴い、住民からは新たな要望も寄せられるようになりました。市はこれを受け、不受理制度を導入します。依頼に対する返答に納得できない場合もありました。再検討を求める意思表示として不受理票が用いられました。話し合いより分かりやすいですね。記録も残りますし。確認しました。ありがとうございます。制度はさらに定着し、表による連絡は日常の一部になっていきました。さらに制度利用の増加に伴い、市は新たな窓口を設置します。表だけでは解決しない案件もできる限り標準化された手続きで扱われました。直接言わなくていいので気が楽ですね。制度は近隣関係以外にも利用され始めます。潤滑化指数は上昇を続け、市は大きな成果として評価しました。こうして関係潤滑化運動は完成形を迎えます。導入から3年、
青葉台は市内でも高い評価を受ける住宅地となりました。制度は現在も安定して運用されています。制度についてどう感じていますか？関係潤滑化運動は円滑な共同生活の新しいモデルとして全国から注目を集めています。人間関係というものは面倒なものです。断りづらかったり気を使ったり、青葉台の人たちはそうした負担を減らそうとしました。その結果、何が減って何が残ったのか、記録からわかるのはそれぞれが満足していたということだけです。記録はここで途切れています。また次の収蔵品でお会いしましょう。